そういった引き算のデザインをしているっていうのがポルトギーゼの特徴になっています。クロノグラフにしてかつアラビアインデックスにしたっていうのは、そのジャンルの中でも非常に使いやすい部類に入っていると。だから人気になっているというのがあります。どうもこんにちは。時計通信編集長の須川です。今回は IWC の大人気モデルポルトギーゼの人気の理由についてお話をしたいと思います。まず結論から先に言うと、この時計は顔で見せる時計として唯一無二の存在ということで人気があると思っています。補足をしておきますと、IWC のこのポルトギーゼというシリーズはこのシリーズの中にもたくさん種類があるんですけども、クロノグラフモデルというのが基本的に多くの方がポルトギーゼとして認識している、一番メジャーであり本当にこのシリーズを牽引しているモデルなので、今回は、ポルトギーゼの中でもこのクロノグラフを中心としてお話ししております。ではここからは本題になってくるんですけど、まずはこのポルトギーゼの魅力についてお話をしたいと思います。このポルトギーゼの魅力というものはこのフェイスのかっこよさにあると思っています。これはなぜかっていうのはその理由が2つあるんですけども、1つ目の理由としてはフェイスを注目させる作りになっているっていう点が挙げられます。このベゼルのこの金属部分が薄く作られていて、かつベゼルの形というのもこの手前に来るように広がるような、間口を広げるような作りになっているので、このベゼルをかなりギリギリまで広げることによって文字盤が広く見えるように設計されています。この文字盤を広く見せて面積をたくさん取ることで文字盤を注目させるような作りになっています。ですので文字盤が注目されて、逆に言うとこの時計の周りのケース自体は脇役かのようになっていて、しっかりと文字盤を見てくださいというような作りになっています。2つ目の理由としてはフェイスの質感が高いという点が挙げられます。一般的なクロノグラフであれば実用性を考えて日付機能があったり、タキメーターというメモリがついていたり、時積算計がつくんですけど、時間の針だったり、あとタキメーターだったり日付っていうのを一切省いてしまって、本当に見せたいものだけ残してあとはなくしてしまうという作りになっています。そういった引き算のデザインをしているっていうのがポルトギーゼの特徴になっています。でその注目させたいものというのが針とインデックスというふうになっています。まず時間と分の針はリーフ針という葉っぱの形の針になっていまして、立体的で先端になると細くなるような作りになっているんですけど、これが非常に丁寧に作られています。あとクロノ秒針など秒針は細く作ることによってかなり質感をよく見せるというふうになっています。かつこのアラビアインデックスも立体的に作っていまして、文字盤と色を変えることによって際立つようになっていますので、この針インデックスともに色を上手に使いながら、かつ立体感を上手に使いながら、この2つが目立つようになっていて、品質もむちゃくちゃ高いというふうに作っています。まとめますと、このポルトギーゼのフェイスが顔がかっこいい理由としては、フェイスの面積をたくさん取ってフェイスを注目させるようにしていると。そしてそのフェイスの質感がかなり高いということがあって、私たちはこのポルトギーゼを見た時にかっこいいと思えるようになっています。ということでポルトギーゼの魅力としてはこのフェイスがかっこいいという部分がありまして、皆さんにこれお伝えした通りではあるんですけど、でこのフェイスがかっこいいという点がこのポルトギーゼの人気の理由にもつながっていまして、で私としては、結論としてはこのポルトギーゼが、人気である理由というのは、顔で見せる時計としてこのポルトギーゼが唯一無二の存在だからだと思っています。これがどういったことかっていうところでお話しすると、まずこの顔で見せる時計っていうのは高級時計の中ではこの種類としては実はそこまで多くはないので、このライバルが少ないから唯一無二になっているなっていうのが実はあります。これについてはこの顔で見せる時計というのがポルトギーゼだとすると、ではこの顔で見せる時計ではない時計があるということに実はなっていまして、これは全体で見せる時計というのがあります。全体デザインで時計のかっこよさを見せるという時計もあれば、ポルトギーゼのようにこのフェイスで見せると、顔で見せるという時計もありますと。この例を見てもらうと、一般的な時計っていうのはこの全体で見せる時計になっています。基本的には時計っていうのはケースデザイン、そして文字盤デザイン、ブレスレットデザイン含めて全部でこの見た目、この良さ、かっこよさっていうのを、アピールするんですけど、ポルトギーゼとかそういった顔で見せる時計は基本的にはケース側は脇役になって顔をいかに主張するかっていう作りになっているので、ここはちょっと別のジャンルになりまして、でこのやっぱり顔で見せる時計っていうのは、ここの表にあるようにあまり種類としては多くない、どちらかというと特殊な存在なんですね。ですので特殊な存在だから、こっち側のジャンルが好きな方は選択肢としてはあまりなくて、その選択肢の中でポルトギーゼが際立った存在であると。だから人気になっているというのが一つあります。
もう一つ、理由があるんですけど、そのもう一つの理由というのはこのポルトギーゼが、日常使いしやすいデザインになっているというのがあります。先ほどの表の通り、時計のジャンルとしては、顔で見せる時計というのはあまり多くはない存在っていうのはあるんですけど、実はデザインとして割とクラシックだったりドレッシーだったり、結構硬い感じの時計になってくるので、使える場面がかなり限られてくる時計が一般的なんですね。なんですけど、このポルトギーゼというのはこの顔で見せる時計という割とそのクラシカルな見た目になってくるところを、クロノグラフにすることによって、スポーティーにして使いやすくしていますし、あとはアラビア数字のインデックスを使ってますので、バータイプとかローマ数字とか使ってしまうと結構クラシックになってしまうんですけど、このアラビアタイプを使うことによってかなりカジュアル感が増えまして、その中でも非常に日常使いしやすいようなデザインになってくるので、このポルトギーゼがクロノグラフにしてかつアラビアインデックスにしたっていうのはかなりこのカジュアルさを増してくるので、そのジャンルの中でも非常に使いやすい部類に入っていると。だから人気になっているというのがあります。ということでまとめますと、このポルトギーゼはこのクラシカルになりやすい顔で見せる時計というジャンルにおいてかなりカジュアル寄りで非常に日常使いがしやすいという唯一無二の存在になっています。これが人気の大きな理由になっているんだろうなと思っています。ということで今回はポルトギーゼが人気な理由をお話してきました。でその理由として今回お話したのは、まずポルトギーゼが顔で見せる時計として唯一無二の存在であると。そして大きな要素になっているのはフェイスが注目される作りになっていて、フェイスの品質がすごい高いと。だからかっこいいということになっているというお話でした。実は以前の動画でポルトギーゼクロノグラフのこの新旧比較のお話をしているんですけども、その新旧比較の時のお話でも外装はほとんど変えずに中の機械だったりとか別の部分を変えましたっていうお話をしているんですね。そこからもフェイスの完成度の高さを伺い知ることができました。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントをお待ちしております。あと時計通信のブログの方もチェックしていただけると嬉しいです。